ビバメヒコ。どうも、そうやです。前回動画はメキシコ大人気観光都市のカンクンで3日間のカンクングルメ動画、地元民からおすすめグルメについて情報収集。今回の動画はユカタン半島のカンペチェ州にあるチャンポトンという超マイナーな町に滞在。海辺のマイナーな町の様子は、約1ヶ月の滞在はどのような暮らしになるのか。ビバチャンポトン。まるでウユニ塩湖のような景色、幻想的な海辺。おはようございます。ともつやチャンネルです。現在ね、朝の10時半でメキシコに滞在してるんですけど、メキシコのチャンポトンっていうところにいるんですよ。チャンポトンって皆さんどこか分かりますか？多分ね、ほとんどの人が分からんと思うんですよ。チャンポトンなんだそれみたいな、チャンポンかみたいな、長浜ちゃんぽん食べたいわみたいな、思んないですね。チャンポトンっていうところに行ってて、チャンポトンはどこかって言ったらユカタン半島のところにありますね。ユカタン半島言うたら大体ね、カンクンとかメリダとか有名だと思うんですけど、もっと出したらなんかトゥルムとかバカラルとかバジャドリードとか、まあいろいろあって、メキシコの中でも大人気観光地だと思うんですよ。遺跡とかセノーテとかね、そういうのがいっぱいあるし、その中でもカンペチェっていうところの近くにある田舎町のチャンポトンっていうところにいます。で、今日はね、そのチャンポトンがどういう街なのかっていうのを僕がね、ちょっと歩いて紹介しますんで。今日はね、雨なんですよ。なかなか雨降らないんですけど、僕が来た時に限ってもう毎日雨、記録的ななんかハリケーンみたいなのも来て、この現地の人もこんだけなんか雨降ったん久しぶりだみたいな感じを言ってましたね。ハリケーンも今年一のハリケーンだったらしいし、そんな感じの環境なんですけど、まあ元気出してね、動画撮りたいと思います。ちなみにね、今歩いてる街並みはこんな感じ。もう割と普通、ほんまに普通、田舎すぎず都会でもないっていう感じですね。ほんまに暑いんで、日中大体のなんか店が早めに閉まるんですよ。4時ぐらいになったらなんかほとんど閉まってますね。まあ小さい商店とかは開いてますけど。やってきました、チャンポトンのね、これ中央広場かな。めちゃめちゃ広い広場です。で、これ綺麗なね、建物、こんなね綺麗な建物ねありますね。ピーって車鳴らされたわ。そりゃそうやろな。堂々となんか外国人がこんなところで動画撮影しとったら迷惑やろな。まあ綺麗な建物やな。もはやあれが何かわからんのよ。何する場所なん。ほんであっちに見えるんがなんかムセオって書いてあるんで、チャンポトンのね博物館みたいな感じですね。ほんで僕は一応ね市場に向かってます。朝ごはん食べたいんで。朝ごはん言うてももう10時半ぐらいやけどな。でしかもね、ここの市場ねめっちゃ早く閉まるんですよ。朝の6時に開店して、もう1時ぐらいになったらほぼほぼね店閉まってるんで、暑いからみたいな感じで。はい、これがねチャンポトンに来てる証拠です。チャンポトン、チャンポトン、こんな感じでね、パンツがなくなった人はボクサーパンツも売ってるんで、ここでねパンツ買ってください。なんかね、人柄で言うとね、なんか陽気な感じで、メキシコの陽気な感じでね、あ、オラ日本人って絡んでくるんじゃなくて、どっちかというとジロジロ見られる感じのなんか街って感じかな。人々。はい、メルカード到着。今のところはこんな感じの雰囲気。これコレクティーボって言うて、バスのちょっと小さい版みたいな。今から知り合いを探しに行きます。もうここの店なんやけど、オラーオラセニョーラマリージェシカ今タクシー乗ってるんやけど、鍵かけるところがない。このタクシーこんな感じのタクシーです。向こうは窓開けるところがない。市場でご飯を食べると思ったらまさかのタクシーで移動して、なんか友達の家に連れて行ってもらいました。こういうところ、そこでなんかみんなでワイワイねコーラ飲んだり、いろんな美味しいもの食べたりするみたいです。シラキレスという料理を食べます。これはチチャロン、そしてチーズ、大量のコーラもあります。こんな感じでみんなで楽しく飲み食いしています。あ、ビデオオラほんでもって市場に持ってきました。現在ね昼の12時半なんで、ギリギリね
いろんなとこ空いてますね。ただね、さっきねチラキレスっていうなんか伝統的な料理を結構たくさん食べたんで、その後ねパイナップルも食べさせてもらったし、お腹いっぱいなんで今日はもうちょっと市場ではね何も食べられないかな。よくある市場の雰囲気とまさかの野良犬。まあ野良犬はラテンアメリカあるあるですね。まあラテンアメリカだけじゃないか、アジアもたくさんない野良犬おるな。一番中にあるこのお店めっちゃナイス、最高。なかなか面白い服がね売られてますね。こんなストリートファイターの竜とかで、個人的にお気に入りなんがこれ、普通にシンプルでかっこいいと思います。イタチの服、まあナルトね読んでいる人しか知らないですねこれは。あとはドラゴンボールとかね、呪術廻戦とか鬼滅の刃とかが有名ですね。まさかの7としか言えんな。素材もそんなに悪くはありません。なかなかいろんな形のルービックキューブが今はあるんやな。こんなん日本に売ってる？初めて見たわ。すごい時代やな。そして一番中にはねこうやってね食堂もたくさんあるんで、お腹が空いたらここに来て安い料理を堪能するのをおすすめします。服とか雑貨とか食堂とかだけじゃなくてね、もちろんフルーツとか野菜とかもねたくさん売ってるんで、まあ言うたら市民の台所かな。こうやってね犬がね紹介してくれてます。僕にねいろんな店があるぞって。こんな感じ。お肉も売ってるよ。むちゃくそポケモンバトルの予感バトルしてます。しかも小さい方が若干強いっていう。でビデオパンもらいました。ほらむちゃくそ2階に上がってきた。特に何もない。あっちがなんか他の市場、あそこに見えるのがバス停。ここからねいろんななんかメリダとかカンクンに行けます。特に店は何もない。どっちの目がでかいと思いますか？トゲが出てるんかと思ったわ。壁から2階のメルカードを出たらこうやってねちゃんぽとんの海が広がっています。こんな感じでめちゃめちゃ広い海。今日はね天気良くないんであんまり綺麗に見えんけど、今入れてもらってるのがアグアハマイカっていう飲み物。ハマイカは花の味。一瞬なんかブドウジュースに見えるけど花の味。さっきも言ったけど花の味。サメみたいなのも市場に売ってますね。これは珍しいんじゃないかな。知らんけどお寿司も作れそうです。日本ではねあんまり市場ないんでなかなかね見ることができない光景かもしれませんね。これは僕は旅をしているのでこういう光景はしょっちゅう見ています。システムをはっきりと理解してなかったんやけど、なんか購入した魚をここでなんかねさばいてくれているような感じですね。スーパーマーケットの雰囲気こんなん。お菓子コーナー、調味料とかね水とかいろんなものがね売られてるよ。体に悪そうなものを発見したよ。これもちょっとなかなか日本にはないね。スイカ、ハート、チュッパチャプスみたいなやつ。ちょっと別のお店も見に行ってみます。いかにも高そうで僕が絶対に何一つ買いそうもないお店にやってきました。多分 99% 何も買わずに出ることになります。エアコン16,000ペソ。僕の晩ご飯を食べるときは毎日こんな感じの雰囲気です。グラス3つ並べて理想ですね。このような感じの天気になっております。今日はもう観光おしまい。壊れるって。いや普通に邪魔なんですけど、いろんなワンちゃんと遊ぶのも僕の日課の一つ。ちゃんぽとんの夜道こんな感じです。治安はねそんなにね悪くないんですけど、なんか週末だけ悪いみたいな感じのことを言われました。金土日だけは気をつけてみたいな。なんでかわからんけどみんな酔っ払うからかな。今日の晩ご飯は矢野市場で買った魚をね調理して食べるんかと思ったらまさかのピザです。
今からピザを食べます。メキシコはなんかね、タコスとかトルティーヤとかケサディージャとかそういうイメージ強いけど、全然普通にね、ケンタッキーとかハンバーガーとかピザとかホットドッグとかも余裕で食べるんで、今日の晩ご飯はピザで、一応今日金曜日で週末なんですよ。なんでちょっとね、ダンスクラブというか、なんかそういうクラブチックなところに行ってみたいと思います。まあ田舎ではあるんですけど、まあそういう店もね、もちろんあるんで、そこのね、雰囲気をちょっとね、撮影したいと思いますんで。騙されました。行く詐欺でした。ラテンのあるあるですね。結局1時半ぐらいまで友達待ってるんですけど、友達来ないです。なんかもうパジャマに着替えて寝るとか言い出しました。何の約束だったかほんまに意味わからん。行く気ないんだったら最初っからね、もう行くとか言うなよ。どんだけ俺が待ったと思っとるんや。ほんまラテンあるあるだな。適当な、なんかもう12時15分になんか待ち合わせみたいな感じで言うといて、結局今1時半。寝よう。僕ができることは少ないんで、日中はな、こうやってね、掃除をしたりしています。スペイン語の勉強もね、ちょこちょこっと。そして魚はこんな感じで調理してくれていますね。どんな味付けなのか楽しみやわ。メキシコであんまり魚を食べることがないからな。天気がいい日の海沿いの踊り道、こんな雰囲気。あれ貝殻でね、なんかね、手作りのね、商品売ってる。まるで胡蝶忍がやってきそうな躍動感。やっぱり3時過ぎたら人全くおらんな。ちなみに海沿いにはこんな建物もあります。はい、要塞みたいな感じ。要塞っていうんかな、なんかこれ中入ってね、隠れながら大砲撃つような感じで、向こうにはチャンポトンのモニュメントがあります。ちなみにこれがチャンポトンのモニュメントね。こんな感じね。でこっちに要塞、登ることができるけどもうね、めんどくさいんで、ちょっと体力もったいないんで登らんとく。ミュージアムだけじゃなくてシアターもあるよ。魚と一緒にね、フライドポテトも作っていきますよ。僕が作ったフライドポテト結構焦げました。初心者か言われましたね、みんなから。料理したことないんか言われた。ほんでもって魚最高。こんな感じで晩ご飯はいつも地元民とみんなで一緒にね、食べます。メキシコチャンポトンの夜の雰囲気はこんな感じですね。人は誰もおらんけど、別になんかそんなにね、危険ではないらしい。全く危険ではないって住民が言ってます。もちろん田舎なんでね、たくさんの生き物がね、そこら中にいます。クソでかい動きぶりちゃうこれ。チャンポトンの海、やっぱり海は天気がいい時にね、見るべきですね。言うてもそんなに綺麗ではないな。めちゃめちゃ茶色。はい、普段使わない言葉使います。うわー、なんか屋根2つ、雰囲気エモい。阿波踊りやってるわけじゃないよな。水面の様子、あっちには墓地が見えるんやけど、すごいイラストがね、様々で明るい墓地っていうイメージやな。シャンポトンの海沿いの街歩いててすごいね、落ち着くわ。いい気分やわ。海の風景もいいし、涼しいし、のんびりゆったりしてるし、気分いいな。シャンポトン海沿いの街のイエイイエイ。これが本当の魚釣り。このね、いっぱい入っているアイスの種類、まあ日本にもあると思うんですけど、アホみたいに高いんですけど、1000円ぐらいするやん。田舎あるある、蚊がでかすぎる。売れた方がマシさ、以上洒落てる時間はない。本日の晩ご飯はフリホラーダというメキシコ料理。晩ご飯を食べてからデザートを食べにやってきました。せっかくなんでよくわからないデザート料理を試してみたいと思います。暑いし、意外にも味の種類がたくさんあります。で、日本にはないマサパンっていう味を注文してみました。マサパンっていうのはメキシコのまあなんか伝統的でもないんかな、普通になんか店とかで売ってるお菓子なんですけど、なんかまあクッキーでもないし、日本の和菓子みたいな感じなんかな。ちょっと甘いやつです。ちなみにこんな感じでなんかね、レストランというか出店が集まってるような場所ですね、チャンポトンの。
こんな感じで作ってくれています。かき氷みたいな感じで、甘いかき氷に変なシロップをかけます。変言うたらあかんな。到着しました。出来上がりました。こんな感じの甘いお菓子って感じですね。トッポが挟まっています。マシュマロが入っています。マシュマロからのかき氷みたいな感じ。このね、いろいろシロップ入ってて味は甘い。乾杯。こんな感じでワッフルとオレオが合体したようなデザートもあるよ。食べ物や飲み物をねたくさん持ってきて、今日はローカルなね、超ローカルな場所に泳ぎに来たよ。Es como pegostoso, ¿no? Y el veneno hace como que muera. 僕の大好きなビールちゃんものんびり泳いでる。こんな感じのシチュエーションで果物を食べてるよ。ワンちゃんも一緒にパシャリと写真を撮りました。久しぶりのセルベーサー。乾杯。なんかすごい色してるな、この海。サルー。Salud. ¿Quieres chamoyita? かき氷みたいな感じですね。チャモヤーダというドリンクです。Boca al río Chapotón con el granizado Samuel. タマリンドの酸っぱい味とチリのちょっと辛い味がミックスされて、甘酸っぱい夏っぽいね、いい感じの味がします。メキシコっぽいねデザートですね。デザートかき氷みたいな感じですね。タマリンドというかチリとかはミチェラダっていうビールとかにも使われたりするんですよ。タマリンドチリ味のビールみたいな感じ。ビバチャンボトーサルー。まあメキシコといったらもちろんタコスなんで、今日はタコスを食べに来たよ。まあ特徴がない普通のタコスって感じかな。グリンガスパストルちゃんぽとん。天気がいい日はなかなか綺麗な街並み。いや、そうでもないんかな、普通かな。さあ市場で牛肉とトルティーヤを購入。そして一緒に購入した卵とトマトを炒めて、今日は市場で食材を購入してね、知り合いのお店でこうやってね、昼ご飯を食べることになりました。ちなみにこれはトルティーヤです。トルティーヤにこのねトマトとね卵を炒めたものを乗せて食べますね。ちなみにこれはチレ、辛いやつ。これがまた美味しいんよ。トルティーヤ2枚重ね。プロはこうやって食べるよ。ステークも登場しました。お肉最高っすね。うわー、トルティーヤね、10ペソ、10ペソ、まあ90円ぐらいかなで買ったら、結構ねこれぐらい入ってたんですよ。めちゃめちゃ食べれるんで、めっちゃ食べて今ねお腹いっぱいで眠たくなっております。食後のデザートタイム。珍しいアイスを紹介しよう。最もポピュラルなアイスのお店っていうのかな、道はカーナでエローテ味のアイスを購入。多分トウモロコシみたいな感じの味。歩きながらちょっと食べたけど、トウモロコシみたいな味や。これはこれで美味しい。初めての新感覚かもしれん。こんな感じでね、凍ったねコーンが入ってるんですよ。さあそして本日はたくさんの食べ物とビールを持参して泳ぎに来ています。とにかくちゃんぽとんはね暑いんで、もう毎日泳ぎたいなって感じやわ。もう気持ちよすぎるわ。ビールとプール最高すぎるっていう感じでね、動画ご視聴ありがとうございました。ちゃんぽとん今ね実は最終日なんですよ。長かったな。こんなローカルな街にね約ね1ヶ月も滞在するとは思わんかった。ほんまに。でちゃんぽとんでね暮らしてる人もねいろいろ話してみたら、君が初めての日本人だよって言うし、なんか韓国人とか中国人はたまにおるみたいなんですけど、住んでる人とかだからね、なんかまあとりあえず面白かったっす。こういう感じのねちっちゃい村で海があってみたいな、で周りにはねローカルなね村があってみたいな、ち
転車でねちょっとね旅してみたりとかね、いろいろしてなかなかね素晴らしい経験になりました。そして今からちょっとねメキシコシティの方に向かいます。そしてメキシコシティに、結構ね長めに滞在して動画編集とかなんかちょっとだけスペイン語の勉強とかして、またね次南アメリカ大陸の冒険にね備えて充電したいと思います。そんな感じですね。って感じでまた次はねメキシコのね多分動画になると思いますんでよろしくお願いします。ショート動画もよろしくお願いしますからのよろしくお願いします。次回ともそうやチャンネル。ユカタン半島の暮らしはまだまだ続く。チャンポトンから約1日チャリ旅、さらにマイナーな街へ行ってみるよ。なかなか長い距離をチャリでひたすらと進むともそうや。その中でどのような景色を見えるのか、どのような出会いがあるのか、次回お楽しみに。